時丸田中のサタデーナイトフィーバー。皆さんこんにちは、時丸です。土曜日ですね。ちょっと報告があります、皆さんに。ご報告が。共有ですね。で、僕ポッドキャストを、やってるんですけど、ちょっと裏ポッドキャストっていう感じで、サブスタックの方でですね、有料ポッドキャストをやってたんですけど、それをコアメンバーシップの方に移行します。はい、コアメンバーシップに限定ポッドキャストがさらに特典として付属することになりました。はい、その報告です。で、皆さんにとってはそんなに重要じゃないかもしれませんけど、自分にとってはすごくこれ嬉しいことで、で、僕のそのスタイルとして、あらゆることをミニマルにしておくっていうことがあります。もうあらゆることをミニマルにしておく、とにかく。で、いろんな発信とかプラットフォーム使ってるんですけどね。で、その中で、やっぱりその分散していたんですよ。その、時丸田中の発信がいろんなところに分散してるんですけど、それはその分散の意味合いもあって分散しているところもあるんだけど、で、その裏の都合でね、その裏側のその接続みたいなところで、どうしてもその分散してしまうっていうところがあったんですけど、それをね、統合できたんですよね、今回ね。で、それはどのような統合かというと、時丸田中のサブスクはもうコアだけっていう、そういう感じになりました。で、コアメンバーシップの方は基本的にテキストベースで、それにYouTube のライブのアーカイブだったりとか、持ち物リストだったりとか、あとはミーティングとかその特別イベントの招待券みたいなもの、そういうものが付属してるんですけど、基本的にはテキストベースだったんですよ。で、ポッドキャストは音声なんで、音声として別物で、サブスクを提供してたんですけど、それをですね、一緒にしたと。で、それにはやっぱりコアのメンバーの中でも、ポッドキャストと両方ね、購読してくださってる方がいて、で、それってその二重に支払ってることになるんですよね。で、その二重に払っていただいてるのが申し訳なくて、結局同じね、同じ時丸田中がやってるんで、だとしたらもう一つにね、まとめちゃった方がいいなとずっと思ってたんですよね。で、今回そういう風な仕組みというかシステムの方をちょっとできるようにして、で、ポッドキャストを自分で個人で配信できるような仕組みを整えたんで、で、普通にね、Apple のポッドキャストで聞くことができます。なので、毎週のモーニングレディオとか、この YouTube の喋りを、ポッドキャストで聞きたいと。で、コアメンバーシップで執筆している内容を音声で聞きたいって方にとっては、すごくいい感じになると思うんで、で、興味がある方は概要欄貼っておくので、ぜひ確認してみてください。で、メンバーが200名ぐらいになってて、だいぶコミュニティ感が生まれてきています。で、一応上限の定員を500名にしてます。だから500名までは募集できるっていう風にしているので、これちょっとシステムの関係上で定員がちょっとあるような感じなんですけど、なんでまだちょっと余裕ありますので、ぜひね、参加したい方はしてみてください。で、ちょっとね、これが300名とか400名ぐらいになると、多分リアルイベントみたいなものを打つことができるようになってきていて、で、たまに時丸さんオフ会しないんですかとか、よく言われるんですけど、まだね、オフ会やってないんですよ。で、それはちょっと今日の話とも繋がってくるんですけど、それも人数が、だからちょっと増えてくると、そういうオフラインイベントみたいなものをできるようになるかなと思いますんで、そのような実験に乗ってもいいよって方はね、ぜひね、参加してもらえると嬉しいです。はい。で、一人で生きるためにやめたことなんですけど、これは仕事を辞めようとか仕事を辞めるとかっていう話ではないんですよね、根本的には。で、もっとね、その深い部分を考えていて、まずはその他人と交換可能な仕事ですね。はい。これを一番最初に手放しました。で、これまでね、本当にいろんな仕事やってきて、最初はその営業でね、電話営業をやるとか、飛び込み営業をやるっていう経験もしました。もっと遡ってバイトの時代なんかは、ライブハウスのドアを開け閉めするバイトとか、これすごい僕好きだったんですけど、個人的にはね。そういう仕事したりとか、あとその受付やったりとかね、受付嬢みたいな感じ。受付嬢にこのおっさんが立ってるみたいな、だいぶ気持ち悪いですけど、でもそういうのって全てその代替可能じゃないですか。別に時丸田中である必要がないんですよね、それって。で、そういうのいろいろやりながらようやく自分が見つけたのが写真というね、カメラマンという仕事だったんですけど、カメラマンもね、やっぱり代替可能な仕事っていうのはその中でいろんなジャンルがあるんで、分かれています。グラデーションがすごいあります。で、僕は名指しで、時丸さんにお願いしたいみたいなこともたまにはありましたけど、でもどちらかといえばやっぱり誰でも撮れるような写真を撮っていたんじゃないかなって今考えれば思いますね。でもそこで良かったのは、そういう写真のね、代替可能な写真の仕事をしながらも、同時に個人で活動ができるっていうことでしたね。だからそれがあったから、これまでフォトグラファーとして続けられたとは思っていて、そのようないろんなクライアントワークだったりとか、その会社の仕事をしながらすると同時に、自分でやっぱり作品を作っていたので、作品を作って自分で写真集を出したりとか、写真展をしたりとか、
で、アートブックフェアに選ばれてね、一応ニューヨークで展示したこともあります。なんかその海外で展示をするとか、なんかそういうことも全てやっぱり個人名だからやれているんですよね。で、これがどこどこの所属の時丸さんですとか、田中ですみたいな感じだと、多分ね、活動ってできないんですよ。やっぱりそのアーティストとか作家活動っていうのは基本的に個人の名前でするものだし、で、それはつまり一人であるっていうことなんですよ。だから今回のタイトル、その一人で生きるためにっていうその一人っていうのはその一人で、個人で、自分の看板、自分の名前で仕事をするためという意味の一人という意味です。で、それと合わせて、好きでもない仕事、好きでもないキャリアみたいなもの、そういうものも、だいぶ最初に手放しましたね。で、何度も話してると思うんですけど、一番最初はなんかその広告の営業みたいなことをやってて、で、スーツ着てね、普通の割と大きな、中堅ぐらいの会社だったんですけど、で、最初の3ヶ月ぐらいで営業に僕は向いてないなっていうのが分かって、それでもうやめて、写真の道に入ったっていう感じ。なので、その辺でね、キャリアを、持っているとして、それを長く、続けても自分の身にならないというか、やっぱそういうものってあると思うんで、そこはやっぱり自分がだから好きでもないのに続けていることとか、キャリアとかを手放すっていうことをやってきました。で、この間ラジオのお便りなんかでもありましたけど、やっぱり4月に入ってね、新卒の社会人の方がいて、で、なんかそのお便りでね、辞めたいとかね、コメントで結構いただくことも多いんですけど、で、最近はその4時間退社とかあるみたいでね、もう入って研修やってそのまますぐ辞めるみたいな、そういう人もいるんで、でもそれはかなりその見極めが早いというか、好きでもないことを見つけているのかなっていうことも言えると思います。で、大体そういう話になるとさ、その昭和の人ほどさ、なんていうかな、その根性ねえなっていうか、なんかそういう話になると思うんですけど、それをね、やっぱその時代感っていうか、自分が今もし20歳だったらとか、なんかそういうところで考えると、結構ね、変わってくると思うんですよね、感覚は。これだけインターネットで世界中で仕事ができるような状況になっているし、仕事の幅も広がっているし、で、かつその AI っていうね、状況が入ってきてる中で考えると、またね、その自分が今の状態だったら、なんかいろいろ変わるんじゃないかなってことは考えるんで、だからその一概にね、僕もどちらかというとその叩き上げみたいなところありますけど、でもその根性論で、なんかそのね、根性がないとか、なんかやる気出せとか、なんかそういう話でもないような気がしていて、で、他には、忙しさの演出ね。はい。これもね、よくやると思うんですけど、なんかね、僕もやってましたよ。なんかちょっと売れっ子感出すっていうのかな。なんかカメラマンの時なんか、なんかちょっと、忙しいですみたいなことを出していくみたいなことって、なんか20代の頃ってあったと思うんですけど、なんかそういうのもやめましたね。結局、その忙しいっていうか、忙しさのアピールっていうのは、誰にとっても、プラスにはならないんですよね。で、本当に忙しい人ってアピールしないんですよ。てかもう人の前にすら出ないんですよ。だから、やっぱそういうところを僕のその先輩とか本当に忙しい人たちを見てて、で、やっぱりその仕事ができる人とか、本当の売れっ子っていうのはその忙しささえも出さないっていうのかな。なんかそういうところを見たときに、これが本物なんだなって、なんか腑に落ちたところがありました。で、僕も最近ちょっと予定が詰まってるんですけど、ただその、忙しいっていうのは予定が詰まってるけど、そこを自分でコントロールすれば、どうにでもなることなので、あとはそのね、だからそこちゃんとコントロールできるかっていうところがポイントになってくるので、むしろちゃんとね、仕事ができて、自分の一人でそれを回せる人ほどちゃんとその辺ができてるんじゃないかなって思います。他にはそのグループチャットだったりとか、大人数のチャットとか、会議、ミーティングみたいなもの。そういうものですね。あとは飲み会とかもそうかもしれません。大人数の飲み会みたいなもの。そういうものももうかなり早い段階でやめてますね。で、これはその一人で生きるっていうことと結構リンクする部分なんじゃないかなと思います。やっぱりそういう大人数でやるようなことって、自分がいなくても回るようなことが多いんですよね。結局。だから、なんかそこに自分がいる意味がないというか、で、なんかそういう大人数の会とか、で、そこでなんかその仕事の関係が生まれるんだとか、人との出会いがあるんだとかってよく言いますけど、ただね、実際そこからもたらされた出会いは僕はないですね。そんな大人数の会に参加して、そこで得られた仕事とか、それが大きなプロジェクトになったとか、そういうことってこれまで思いつくものがほとんどないです。むしろ自分にとって重要な仕事とかプロジェクトは、少人数とか、あるいは1対1で話している時にこそ生まれるものだと思っていて、今でもそうですね。だから僕は結構作戦会議を好むんですよね、小さい。で、冒頭で話した僕がやってるそのメンバーシップ、コアメンバーシップもですね、200人ぐらい今いるんですけど、実際にそのミーティングやるときはもう5名に限定してます。はい。だから僕入れて基本的に6名です。はい。だからもう画面にね、オンラインでやるときに画面に123、123ってその全員の顔が見えると。で、全員が1時間ぐらいでみんな発言ができるっていう人数を目指していて、
て、それがやっぱり、3人から、で、一番最大で6人ぐらいなんじゃないかなって思ってるんですよね。で、それ以上も多くなると収集つかなくなるし、顔も覚えられなくなるし、誰が何言ってようが、居眠りしてようが、全くその関係がないっていうか、わかんないみたいなことになるんで、だから僕は結構そういう規模感を大事にしているようなところはあります。だからそのコアメンバーのミーティングでもですね、毎回そのテーマを決めたりとかして、やっぱりいろんな人が本当にいるので、いろんな方がいるんで、自分が興味があるものとか、行けるスケジュールの時だけ参加するみたいな、そういう自由な感じにしています。だからそれぞれが一人でやっていて、孤立していているんだけど、で、自立しているんだけど、それが同時にいることによって、絡み合って、そこで何かが生まれてくるみたいな、コンビビアルっていう風な言葉がありますけど、強制的な、そういうね、感じの形がいいかなっていつも思ってますね。で、他には固定費ですね。固定費に関してはいつも注視していますね。で、これはその一人だからこそ固定費って膨らみやすいんですよ。で、よく言うじゃないですか。カップルとかね、パートナーとか、あと家族で暮らしていると、で、その分ね、家賃だったりとか、光熱費だったりとか、あるいは食費みたいなものも、ちゃんとみんなでシェアできるので、一人当たりの負担額は下がると。これも当然のことで、だからできるだけコストを下げるんだったら、誰かと住んだ方が絶対いいんですよね。だから僕が本当にエクストリームに極限まで下げたいときは、だからシェアハウスみたいな形をとっていました。でもそれはね、たまたまだったんですよ。その自分が固定費を下げたいからシェアハウスに転がり込むっていうわけではなくて、そこにたまたま自分の友達だったりとか、その巡り合わせがあったんですよね。で、そこで転がっていったからすごい楽しくて、で、それが結果的に固定費の削減になったってだけであって、だから基本的には僕はその一人っていうことを極めているって感じです。これ寂しいと感じる方もいると思うんですけど、でもそういう人ってね、意外といるんじゃないかなって思うんですよね。その一人暮らしのプロフェッショナルみたいな人。で、僕はまさにそういうタイプだと思っていて、だからそこでいかにその固定費を下げるかってことをやっぱり考えることになる。で、結局その一人で暮らすってことは、そういう風なところに意識を持てるっていうことなんですよ。で、これ二人とか三人とかたくさんで暮らしていると、なーなーになっちゃって、で、それが一人になった時に積むってことが起こるんですよね。自分がどういう風な固定費の削減の仕方をしたらいいかわからないから、一切やったことがないから。でもそれを一度でも一人暮らしとかをして、こんなに一人で暮らすと固定費がかかるんだっていうことを感じると、それに対してすごい敏感になります。で、それはその生活に対しての固定費だけではなくて、自分が事業をやるときとか、仕事をするときとか、いろんなことにね、役に立つんですよ。その固定費削減の観点っていうのは。だから本当にそういう意識の使い方が変わってくるので、だからその一人で暮らすっていうことは、ある時期だけでもですね、結構ね、いろんなね、経験になるし、自分の力になると思います。だから一人暮らしを孤独と捉えて寂しがらないでください。YouTube つけたら時丸田中いますんで、ここにも一人のやついるんで、自分も一人大丈夫だって思ってください。全然大丈夫です。で、他に思いつくことは、これ最後にしようと思うんですけど、自分の時間を切り売りするような、仕事とか生き方ですね。はい。で、やっぱそこは結構大きいと思います。で、これまた結局その仕事の話に戻るんですけど、で、最初にその他人と代替可能な仕事ってことをね、挙げましたけど、それと結局似たようなところもあって、やっぱりその自分の時間の切り売りをするっていうことは、いつまで経ってもですね、自由になれない原因なんですよね。で、大体一日を考えた時に健康が第一優先とするなら、最初に自分のその睡眠、食事、運動みたいなスケジュールを全部入れてしまうと、残りの仕事をできる時間って本当に8時間とか9時間とか10時間になると思います。で、その中で自分の仕事を時給で入れていくと、その10時間分だけしか収益が得られないってことになるじゃないですか。だからそうなるとね、で例えばその中で時給が、単純計算しやすいように2000円としましょう。それが10時間だとしたら2万円じゃないですか。自分の1日で残った10時間を全て仕事で埋めてしまっても上限が2万円になってしまうっていうこと。で、これは時給を上げればいいじゃないって思うかもしれないですけど、時給を上げたとしても、その10時間に縛られるってことには変わりないですよね。だからそういう働き方はなるべくしないようにしました。だから僕もこれまでかなりいろんなね、苦しいことあったし、で、アルバイトをしてた時もあるんですけど、アルバイトの時もそうだし、社会人の時もそうだし、なるべくその、バイトを入れないっていうか、そういう心がけをずっとしてましたね。バイトを入れないとその収益が得られないんですけど、でも時間はできるんですよ。で、その空いた時間でブログを書くみたいなこと。そういうことを最初はひたすらやっていて、で、ノートもね、その一環ではあったんですけど、で、それはレバレッジが効く仕事っていうことですよね。
そのインターネット時代に特にブーストされた仕事の方法ではありますけど、でもそういうふうなレバレッジが効く仕事をすれば、その自分の時間を売り渡さなくてよくなる。で、時給労働しなくてよくなるので、本当に自由になるし、時間が増えるし、それによって心の安定とか幸福度が上がっていきます。なので、時給で働かない、労働をそのまま売らないっていうのかな。そういうことを心がけてこれまでやってきましたね。で、会社員は時給じゃないと思う方いるかもしれないんですけど、会社員も時給なんですよ、結局、あれって。つまり、月給が決まってるじゃないですか。だから月給を基本的に自分の労働時間で割ればもう時給出てくるんで、で、会社員のサラリーマンの時給っていうのは、例えば手取りが40万もらってる人であっても、だいたいね、3000円とか4000円ぐらいにしかならないんですよね。だから、3000、4000円ぐらいのバイトをしているのと変わんないんですよね。だから僕が会社を手放して、こういうソロプレーナーのスタイルで生活しているのも、そういうね、理由が裏側にあったりします。はい。ということで今日は一人で生きるためにやめたことというテーマで話していきました。ちょっとあまりまとまりがない感じでパラパラっていう感じになりましたけども、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。